恋人って何？男の人が女の人を、女の人が男の人を好きになることよ。じゃあパパは恋人ね。私パパが好きだもん。パパは男の人でしょ。だから恋人よ。そうじゃないの。好きな人がみんな恋人ってことじゃないのよ。だってパパはあなたの父親だし、あなたは子供でしょ。だからただ好きなの、それでいいの。じゃあね、私お兄ちゃま大好きだからお兄ちゃま恋人。子供同士だからいいでしょ。それもダメよ。子供同士ならどんなに仲良しでも恋人とは言わないわ。だってさ、テレビのお話で見たわよ。学校でね、同じクラスの子がね、恋人になったって話なの。それはもっとずっと大きい人でしょ。そうでもない。困ったわね。それじゃあママがいいお話をしてあげるわ。ゾウさんのお話なの。よく聞いてらっしゃい。皆さんはゾウは暑いアフリカやインドだけでなく、寒い北の国にも住んでいたことを知っていますか？そう、今から何億年も昔、氷河時代に住んでいたというマンモスは雪や氷の中に住んでいて平気でした。だからゾウだって雪国にいたっておかしくない。ほら、このゾウがそうです。この小象の名前はブラコって言います。ブラコは人間ならちょうど花も恥じらう15歳くらいです。最も異性を気にする時期なのです。なぜブラコがこんな雪国に住んでいるのか、この訳を知りたくありませんか？うわー、すげえ。今度はあっちだ。キリンさん起きるんだよ。起きてよ。あくびしてら。また寝ちゃったよ。ゴリラ、テレビなんか見てないでこっち向けよ。ゴリラったら。寝てばっかいないでなんかゲーでもやれよ。カーバわあ、ひどいわ。お姉ちゃん、さっきのカバにあのキャンディー使ったでしょ。それは内緒よ。わあ、大きいな。小僧がいないわね。どこにいるのかしら。ねえおじさん、小僧はどこにいるの？小僧か？そういえばあのブラコはこの動物園で生まれたんじゃったな。今でもよく覚えておるよ。ブラコは生まれて間もなく重い病気になったんじゃ。そのままなら間違いなく死ぬはずじゃった。さすがのお医者の先生も見放したんじゃ。ところがわしの友達の善蔵という飼育係がな、その赤ん坊の象が好きでもらって自分の田舎に運んでいったんじゃ。それから善蔵さんの夜も寝ない看病が続いた。ブラコも善蔵さんを本当の親だと思ったらしい。善蔵さんも歩くことのできんブラコがなんとか歩けるようにと一生懸命練習させたんじゃ。そしてブラコはとうとう歩けるようになった。今じゃ
あの雪の深い田舎町で元気に駆け回るくらいの丈夫な象に育ったんじゃよ。ところがな、その善蔵さんから最近手紙が来たんじゃ。またブラコの具合が悪くなったと。行こうったってブラコのところは汽車に乗って行かなくちゃならない遠い遠い雪国なんじゃよ。子供には無理じゃよ。子供には無理でも大人ならいけるんでしょ。じゃあ大丈夫だわ。すぐその先ですよ。ごめんください。ブラコちゃんね。ああ、本当に元気がないわ。あら、ゾウさんの群れね。これアフリカの写真かしら。おや、こんにちは。私ブラコちゃんのお見舞いに来たのよ。それはブラコちゃん元気がないのね。ああ、寂しいんじゃ。ブラコは思春期でオスが恋しいんだよ。そろそろ故郷のアフリカへ返してやらなければと思っておるのじゃが。おじさん、思春期って何？どうしてオスが恋しくなるの？人間にも思春期はあるんじゃよ。それは大人になる境目なんじゃ。人間は赤ん坊から子供になって若者になり大人の仲間入りをする。それからだんだんと年寄りになってしまう。これは動物でも植物でも生き物はみんな同じでな。思春期っていうのは人間で言えば中学生あたりの頃のことじゃよ。まずは子供の頃は男の子も女の子もほとんど同じ格好だったのが、思春期になると男の子は背が伸びて肩が張って体が男っぽくなってくる。それに声変わりして喉仏も出っ張ってくるようになる。女の子はな、体がふっくらと丸みが出てきて可愛らしくなり、おっぱいのところが膨れてくる。すると男の子は女の子と女の子は男の子と二人っきりでそっと遊びたい気持ちがしてくるものじゃよ。愛しちゃうの？いや、まだまだなんとなく好きだってくらいだな。でもそれは決して恥ずかしいことじゃない。その頃の年頃なら当たり前のことなんじゃよ。ブラコもオスの友達が欲しいんじゃろ。だからああやって時々寂しそうにしてるんじゃ。いくらわしが可愛がっても所詮ブラコは象。象には象の恋人が欲しいんじゃ。国へアフリカへ返してやりたいんだが。アフリカへ？返すにしても金がかかるし遠すぎる。じゃあおじさん、私がブラコちゃんをアフリカへ連れてってあげるわ。お嬢ちゃん、アフリカは目の回るほど遠い遠い国じゃよ。それにブラコを連れて行くには大きすぎるしな。おじさん、このことは絶対に秘密よ。今ブラコちゃんを小僧にしてみるから。なんじゃと？さあ。どうしたんじゃ。ブラコが子供に戻っちまったがな。びっくりしないで。このキャンディーの力なの。さあ、もう一つ食べるのよ。はい。ほら、これゾウの卵。ゾウが卵になるとは。あんた魔法使いかい？これはミラクルキャンディーといってね、一粒食べると10年若返ったり年を取ったりするの。さあ、アフリカに着くまでの辛抱よ。この中に入りなさい。おじさん、これでブラコちゃんをアフリカに連れてって元のゾウにすればいいでしょ。それはそうじゃが。待ってくれ。わしにはまだ何が何やらさっぱりわからん。アフリカに着いたらブラコちゃんの元気な写真を撮っておじさんに送ります。じゃ行ってきます。おじさん、ブラコを頼むよ。任
まるで夢みたいじゃが、ブラコよ、気をつけてな。あら、あんた何勘違いしてるの？ここはね、スチュワーデスのテストを受けるところよ。子供は関係ないの。私もテストを受けるんです。あら、そう。しまった、大人になるの忘れてたんだ。アフリカ経由ヨーロッパ行き CACA108 便にご搭乗の皆様は25番ゲートへお急ぎください。ブラコちゃん、あとしばらくの辛抱よ。待っててね。お冷やくんねえか。アイスウォーター。お姉ちゃん、お冷やくんねえか。姉ちゃんや、水飲みてん。お、この水筒ってあるんだ。いただきますよ。ダメ、やめて。これ飲まないで。何すんだよ。俺は知らねえ。俺知らねえ。おじさん、ゾウを飲んじゃったのよ。ゾウ？それ私の水筒なのよ。あなたのこっちでしょ。はあ、どうしたの？しっかりして。ゾウがたくさんいるところお願いします。ブラコちゃん、よかったわ。何を探してるの？ああ、雪がないから戸惑ってるのね。さあブラコちゃん、仲間がたくさんいるわよ。あなたも早くいらっしゃい。何？ああ、雪のこと？ダメよ、ここには雪はないのよ。
そんなに嬉しいの？そうだ、よし。せっかく故郷まで帰り着いたブラコちゃんなのに、どうしてあんなひどいことするの？あんたたちは最低の象だわ。いいわ、ブラコちゃんはまた連れて帰るから。ごめんねブラコちゃん、せっかくアフリカにまで行ったのにあんな目に遭わせちゃって。また東北のおじさんのところに帰りましょう。本当にごめんね。さて皆様、我がサーカスのナンバーワン、ゾウのジャン君に恋人ができました。そして今ここに私団長が仲人の労を取り、めでたく結ばれることになったのであります。花嫁は雪国で育った可愛い東北美人ブラコ嬢。二人は昨日偶然に出会い、互いに一目惚れしたのであります。ジャンよ、汝はブラコを妻として終生変わらぬ愛を誓うか？幸せになるんだぞ。いつかきっとわしのところにも来てくれよ。待ってるでな。
ブラコ